こんにちは。今回は工業用の糸を使ってこのようなアーガイルのショート丈ベストを編んでみました。アーガイルの柄は前身頃だけです。襟は太めにしてみました。このチャンネルでは簡単なものしか編めない私が手編みを練習しながら簡単だけどいい感じに仕上がるニットを追求していきます。よければいいねやコメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。この動画はAI 音声です。聞き取りにくい場合は字幕をご覧ください。今回使う糸は工業用の糸で、このようにコーンに巻いてあります。ヤフオクで購入しました。このグレーの糸は、根率がモヘアシルクで、起毛されているので、すっごく柔らかいです。なかなか買うチャンスがないし、安かったので、思わず購入してしまいました。グリーンの糸は、前回も使用したウール100の糸です。メインの部分はシルクモヘア2本、ウール1本、トータルで3本一緒に編みます。グリーンのダイヤの部分はウールゾッキで3本取りです。棒針は 8mm を使います。工業用の糸は最後に余分なものを落とすために洗って仕上げをします。8mm で編むと結構緩いのでちょっと不安になるのですが、最後に洗うと驚くほどウールの糸が膨らむので、緩めに編んだ方が軽くふんわり仕上がっておすすめです。糸だけ見るとこんな感じで膨らみます。まあ膨らみ方は糸によって違うので、必ず試し編みをしたら最後に洗って仕上げまでして確認した方がいいです。合図はこんな感じ。棒針編みの長基本に載っている V ネックベストを参考にして、前身頃にダイヤがちょうど入るようにしてみました。基本的な編み方は棒針編みの長基本と棒針編み困った時に開く本を教科書のように見ながら編んでいます。この本は必要なことが一通りわかるのでいいです。本のリンクは概要欄に入れておきます。 V ネックのリブ、裾リブ、アームホールのリブは11リブです。リブの長さは編みながら決めるので編み図は作っていません。正解はないので好きなサイズに仕上げます。では編んでいきます。身ごろの編み出しは別糸から編み出す作り目にします。先に後ろ身ごろを編んで練習。前身ごろはアーガイルなので糸を変えながら編みます。グレーのメイン部分4箇所、ダイヤの部分3箇所、それぞれ糸を変えるので初めに糸を分けておきます。糸を変えるだけなので編み自体は難しくないのですが、休ませておく糸の数が多いので絡まってしまって大変でした。絡まない方法ってあるのかな。前身ごろと後ろ身ごろが編めたら着た時の雰囲気を見たいので、先に肩と脇を剥ぎます。肩剥ぎはゴロつかないメリヤス剥ぎ。裾リブは縮みすぎないようにウールの糸を1本増やしてウール2本、シルクモヘア2本にしました。裾リブを編む棒針は 7mm、 リブの目数はそのまま減らしません。裾リブの最後の留めは糸が絡まってちょっと大変でした。A リブを編む棒針は 6mm、 ウール2本、シルクモヘア2本で3段編む。ここでちょっと全体的に暗いなと思い、白い面の糸を引き揃えてみました。ウール3本、面1本で6段編みます。白い糸は残っていた浜中のおしこっと少し光沢がある糸なのでいい感じになりました。A の最後はウール4本で12段編みます。最後の留めは糸の引き方に注意すればストレート紙なので留めはしやすかった。アームホールのリブも棒針は 6mm ですが A より薄くしようと思いウール3本にして3段編みました。アイロンで整えてから仕上げ洗いをします。ぬるま湯に15分ほどつけてから MR などの中性洗剤で 1,2 分ほど押し洗いをします。中性洗剤の量やすすぎ方などは表記に従ってください。お水で2回すすぎます。脱水は絞らず押して脱水するかタオルに挟んで脱水します。最後の脱水はきれいに畳んでネットに入れて洗濯機で脱水しました。そして平置きして自然乾燥。アイロンで形を整えて完成です。最
最後に洗う前は襟が太いのでリブに引っ張られて前身頃がつっているような感じがありましたが、洗った後乾かす時に形を整えると引っ張られる感じはなくなりました。サイズは洗う前と比べると 5% ほど小さくなっています。工業用の糸は最後に洗うことで全体的にまとまるというか、ふわっとボリュームが出てぐっと良くなりますね。今回は肩の引き返し編みやストリブがすっきり仕上がっていないのですが、いい糸だったので軽くふんわりと仕上がったので良かった。次は何を編もうかな。ご視聴ありがとうございました。